待って、入ってるかもしれません。やばいやばいやばい、入ってます。やった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 。100分の1ゲットです。ピアスゲットしました。デトックスジュースなの。飲める。こんにちは、みくです。今週も1週間いかがお過ごしでしたでしょうか。もう9月も中旬、昨日は中秋の名月ということで、だんだん肌寒くなってくるのかなと思いきや、まだまだ外は夏みたいに暑いですが、最近私は家の中でまだ暑いのでクーラーはつけつつも、ちょっとね、なんていうんですか、秋っぽい素材でゆったりと着れるワンピースみたいなのを着て過ごしてます。こういう感じですね。はい、先週の動画でも紫のワンピース着てたと思うんですけど、今年の秋はね、お家の中ではこういう感じのワンピース着て過ごしたいなと思ってます。で、先週着てたワンピースどこのものか質問いただいてたんですけど、それはパサンドバイのキテパのもので、これも同じブランドのものです。で、今週はですね、土日月と3連休でしたけど、あんまり休日感はなく仕事をしたり、展示会に行ったりで、あとは、昨日から陶芸教室に通い始めました。
以前ラジオでね陶芸を始めてみたいってお話ししてたと思うんですけど、いい陶芸教室があるよと知り合いの方にご紹介いただいて、やってみたかった陶芸をね始めることになりました。昨日は初めてその教室に行って、体験という形だったんですけど、手びねりで茶碗を作ってる時になんかその土を触ってる時のその感触だったりとか、無意識に集中できる感じが日常を忘れさせてくれるというか、いつも頭の中に仕事のことだったりとかプライベートのこととか、もうずっとこうごちゃごちゃしてたものが土を触ってる時にそのね考えがもうスーッとね整理されていく感じがすごく心地よくって、自分のリフレッシュの時間、そして何かを作るということにワクワクできる時間っていうのがやっぱり私今欲しがってたんだなと思って、仕事もね忙しいので、合間を縫ってなんですけれども月に数回通うことにしました。これから少しずつ陶芸の魅力にハマっていければいいなと思っているところです。でそれで、陶芸教室の入会の予約をした後に嬉しくなって、陶芸教室で使う用のエプロンを買いに行きました。いつものマリメッコで購入したんですけど、エプロンを買いつつ他にも展示会でオーダーしてたものが店舗に届いてたので、そちらも受け取りに行ってきましたので、ちょっとご紹介したいと思います。まずエプロンですね。エプロンはこちら購入しました。マリメッコ60周年記念の柄です。これがコットン 79%、 麻 21% なんですけど、ちょっと麻のね質感がある、こちらの素材ネイビーと、ベージュのような配色で、ウニッコが、大小様々パッチワークのように組み合わさってる60周年限定のデザインですね。これをね陶芸教室に置いて、いい意味でこのエプロンがね徐々に汚れていくのを楽しんでいきたいと思います。あとは今見せたこのね60周年の記念の柄、こちらは可愛かったので布もね90センチ購入しました。これをこの目の前にあるテーブルの上に置いてテーブルクロスのような感じで使っていきたいなと思います。マリメッコには撥水加工されたテーブルクロス用の生地もあるんですけど、これは撥水加工されてないですが、柄の出方がすごく可愛いし素材感も秋っぽいので、ちょっとお部屋の雰囲気を変えたくて、こちらテーブルの上に引いて食べ物とか飲み物をこぼさないように使っていきたいと思います。あとこちらは展示会でオーダーしていたものですね。よく自転車でこのアトリエとあと彼と一緒に住んでる家行き来するんですけど、その時に自分のね荷物を入れて、でこうやってたすき掛けして移動することが多くって、でそれでこのバッグはもうバッグ自体がもともと軽いし、たくさん物が入る。そしてこのベルトの部分も太いから物をたくさん入れても肩に負担があまりかからないかなと思って、日常生活で重宝するかなと思って買いました。このバッグのね取っ手部分はこういう肩掛けできるタイプと、あとは手持ちできる短い取っ手もついてるので、こういう風にね手に引っ掛けて持ったりすることもできるし、斜め掛けにもできるという 2way で使えるバッグです。でこのバッグ中には一つ大きめのポケットがついてます。多分これエコバッグみたいに畳めてこの内側のポケットに収納できると思うんですよ。ほらこういう感じで、なのでこれは旅先にも持って行って荷物が多くなった時にこちらのバッグにねお土産とか入れて持って帰るのにもいいなと思って購入しました。
待たせしました。いただきます。いただきます。乾杯。お疲れ。大丈夫かな、途中で肉入れました。やっぱこれ美味しいね。これマジでうまい。明日も楽しみですね。疲れ。Take all the time you need, but I can't watch you leave without giving you the rest of me. Take all the time you need, all the time you need.ありがとうございます。季節の天気でございます。はい、始まりました。最近土曜ラジオ第13回です。はい。今週もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。このラジオは私がこの家にアトリエを持ったということで、私たち夫婦が半別居生活になったので、私たちの今をお届けするそんなラジオとなっています。はい。はい。2週連続ですね。そうね。はい、記憶新たに今週はお話できそうです。はい。まずはですよ、先週の
子供について考えるというラジオ会、たくさんのコメントありがとうございました。すごかったね。そうね。400件以上コメントをいただきまして、そのほとんどが、今回のラジオについての感想だったりとか実体験を共有してくださいました。いろんな意見がありまして、そうね。なんか勉強になることもいっぱいあったし、どっちを選んだとしてもなんかいい人生送れそうだなみたいな、そういう希望も見えました。はい。であなたが心配してたさ、なんか俺のこの発言大丈夫かなみたいなやつも割と皆さんなんか好意的に受け取ってくれて解釈してくれてよかったね。そうね。ありがとうございました。でどう思った？どう思った？でもそのなんだっけ、ブライダルチェックだっけ？っていうのは確かに選択肢として持っとくべきだなと思ったね。なんかやらないとなって思ってたけど、なあなあにしたからなんかやっといた方がいいなと思った。あとやっぱ男性も検査を受けなきゃいけないと。そうね。そもそも僕たち、自営業になって、健康診断もねあんまなかなか行けてないから、そうだよ、行かないと。そこも含めてね。確かにちゃんと設定しないとね、会社員の時私半年に1回行ってたから健康診断、でもそれぐらい行かないとやっぱどんどん体がね衰えていくわけですから、もう完全に昔の体ではないなっていうのは自覚があるのでそうだね。そこはしっかり検査も含めてやっていきましょう。そうですね。はい、ありがとうございました。はい。産む産まないとかその選択の前に体のチェックをするっていうのはやってみようかなと思います。でやってみたらその感想みたいなのもラジオで話せる範囲で話せたらいいなと思いますけど。はい。で今週はですね、その先週のね子供について考えるのをコメントを読みながらいろいろ考えながら過ごしつつも、もう秋じゃないですか。暑いけどね。昨日中秋の名月だったみたいでお団子食べ忘れたんだけど、もう秋だから、私陶芸教室行ってきた。羨ましいマジで。そうほら芸術の秋みたいな、読書の秋みたいな感じで陶芸教室デビューして。どうだった？めっちゃ良かった。ちょこちょこ人生でやったことある陶芸体験って、で前さ三重行った時もさ、ちょっと陶芸体験したじゃん。手びねりのね。手びねりね。でもあの時なんか結構さ下手くそだったじゃん私、あなたの方が圧倒的にうまかったと思うんだけど、今回はね手伝ってもらったっていうのもあったんだけどめっちゃ綺麗におわんできたの。教え方がとってもうまくって、なんかこう周りの人とおしゃべりしながら、なんかこう土触ってる時になんかふとさ無になれるっていうか、いろんなことから解放されたのよ。なんか変な空間に行ったの自分の中で。なんかポンとゾーンだね。ゾーンに入った。ゾーンに入って、これ続けたいなと思って、その場でもう入会してきちゃったんだけど月にね2回ぐらい通う。すごいね。すごいでしょ。めっちゃ通うよね。で忙しかったら9回もできるみたいなんだけど、最終的にはろくろやりたいじゃん。まだろくろじゃないんだ。そう、ろくろは1年かかんないとやらせてもらえない。ちゃんと手びねりでさこう土の扱い方とか、分かってからろくろがスタートされるんだけど、それもいいなと思って、目標でありながらの趣味っていいじゃん。よかったね。よかった。よくよく考えてみたらさ、うちのお母さんも多分40代ぐらいの時からフラダンスを趣味で習って10年ぐらい経ってね、気づいたら独立してフラダンスの教室持ったわけよ。そういう感じで趣味からさ、もしかしたらいずれそういうキャリアにつながる可能性もあるじゃん。どうなるか分かんないけど陶芸をやってみようみたいな。まずは楽しむことからね。そう花瓶も作りたいし、置物も作りたいし、お皿とかいっぱい作りたい。いいでしょ。いいね。そのうち俺も一緒にいいの？一緒の教室で。別に。本当？いいね、陶芸はね。陶芸いいよね。絵付けもやりたい、形作るのもいいんだけど絵付けもやりたいな。はい。で今週は前回のラジオでトークテーマを募集したんですけれども、そちらについてお話ししていきたいと思います。2個ぐらいいけたらいく？じゃあまずは夫婦の自営業について。私は29歳、夫は35歳、夫婦でカフェ経営をしています。仕事のことで喧嘩が絶えません。お互い仕事への思いが熱く、お店を良くしていきたいからこそ意見のぶつかり合いが多いです。仕事も生活も一緒だからなのか、どんどん遠慮や配慮がなくなって冷静に意見交換すればいいのに、気づくと感情的になってしまいます。
金銭的な余裕がないこともお互いが感情的になる原因の一つなのかもしれません。2人とも子供は欲しいと思っています。でもこんなに生活がカツカツで、仕事でこんなに喧嘩して、そんなところに赤ちゃんをお迎えしていいのか、いやまだダメだ、そんなことを毎日毎日考えています。喧嘩はしますが、ごめんね、今度からこうしていこう、いつもありがとう、そんな言葉を伝え合うことができる最高のパートナーであることは間違いないし、どんなに喧嘩しても自分にはこの人しかいない、そう思っています。だからこそ仲良く、本当に切実に仲良く一緒に仕事をしていきたいのです。お二人は夫婦で一緒にお仕事をする上で何が一番大切だと思いますか？喧嘩を減らすにはどんなことに気をつけたらいいと思いますか？ということです。これはね、家族で仕事をするとなったらもう当たり前に起きることですよね。家族だからっていうので、その従業員とかだったら、ある種他人だから言いとどまれるところを、家族だからってなんかつい言い過ぎちゃうみたいなことはあるかもしれないね。いや私たちだってもう一緒に仕事したりして4年ぐらい経ってますけど、喧嘩するよね、めちゃめちゃ。だいぶ減った？だいぶ減った感じはするけどね。だいぶ減ったけど、やっぱりなんかこう良くしていきたいっていう思いから、もう引き下がれないから特に仕事に関してはこういう感じでさ、もうやり合うしかないからさ、よりね、さっきも言ったけど本音を言えちゃうからね、ヒートアップしちゃうよね。っていうのはあると思うよね。まずうちらさ、何で喧嘩してる？いつも仕事で。もう時間っていうかスケジュールじゃない？例えばいついつまでにするとか、お互い約束して、例えばそこからじゃあ次俺やろっかってなった時に、終わるって言った時間から1時間過ぎるとかほとんど私じゃんそういうところじゃない？って思うのは。あなたがね、って思うのはね。いや逆に俺なんかで怒られたことあるっけ俺。っていう会話が続きます100% 原因私ってこと？こういうことで喧嘩始まるのか。いやでもね、こっちもやっぱ思うことはあるからさ、原因がもし私だとしてもその原因の中にあなたの原因も実は入ってたりすることもあるじゃん。もうそれはね、どっちか100ゼロはないと思うけど。そう、100ゼロはないんだよね。そうね、難しいよね。一番大事なことはでもお互いより良くしていきたいっていう思いがあることなんじゃない？やってる仕事に対してでしょ。だしその人しかいないって思えてることが一番大事なんじゃない？でも私もここでね、一個ね、討論しておきたいことあるさ、だいたいあなたが、私の行動に対してイライラします、それで私がなんで怒ってるの見たくなって喧嘩が始まります、であなたが私のこういうことに対して怒っていますって言ってきます、でその時私はそれなりに自分の意見があるから、反論しようとするじゃん、その時に「でも」って言うとめっちゃ怒られるんです、でもって言わないでって、でも私は「でも」って言わないともう一発目始めれないから、どうしたらいいのって思うのいつも、それは別になんていうの、口論じゃなくても、でもってなんかすごい嫌なんよね。一回認めようって思う。俺は客観的な事実を述べてるだけだからそれって認めようっていうのは、あなたがいつも自分の意見を絶対正しいって思ってるから、そのデモが嫌がってると思うんだよね。でもたまにあなたの意見がそんなにそこ 100% まで正しくないよって時がある。その時に反論しようとして「デモ」って言ったら「デモって言わないで」って怒るじゃん。全部認めなきゃいけない。いや俺が、そのデモっていうのは、その明らかな客観性がある時とか、あとはその俺が意見した時、俺はこうだと思うんだよねって言ったら、デモって言われると、俺は意見を述べてるだけの時もあるし、事実を伝えてる時にそれをやれるとはって思っちゃうわけ。それ以外の時は別に俺言ったことないと思うよ。そうかな。いやそれはちゃんと自分がそう受け取ってないだけで実際は事実確認だったり俺の意見だったりするわけよ。じゃあその事実確認が強い言葉での事実確認すぎてデモに発展してしまう気がする。でもこれはね一個テクニックですよ。デモってデモ。でもこれはテクニックですよ。やっぱあなたは結構感情で来るわけよ。ね。でそこにじゃあ俺が強く言わずに淡々と言ったらそれはそれで怒るでしょ。ね。怒るよ。でしょ。小バカにしてるように聞こえるでしょ。
だからちょっと声を張るってことで、俺も感情でぶつかるぞっていう同じ土俵に上がってあげてるわけですよ。うわ、その体勢がもう良くないってことよく分かってる。だから私最近対策として、一旦分かったっていう発言した後もう一回デモって言ってもそれでも怒られるから、私の中ではその客観的な意見を分かった上で自分にはこういう考えがあるんだよって示す時は、じゃあ最初の枕言葉何にしたらイライラしないの？デモ以外の。そうだよね。だがしかしみたいな。だがしかしじゃないけどなんか、いやこれさ、あなたね、デモって言った後に間があるんよ。何？デモでとりあえず否定したいだけでその後に考え出したら俺はずっとデモしかもらえないわけよ。でもさっていうわけじゃないけどさ、そのデモの続きがすぐ届くなら俺もスーッと入ってくるよ。さっき俺もさ、でもそれはって言ったじゃん、すぐ出てくるその後が、でもあなたはデモだけ置いてくるからデモだけずっとさ連続してデモあと一個言いたいのは、デモって言わないでほしいって、俺は別にその口論以外でも結構言ってると思うよ。それをなんで毎回直してくれないんだっていう気持ちもあるよ。やっぱりその意見をぶつけ合いたいからこそ、だけどとりあえず「デモ!」ってそう何かしら私には何かしら、ちょっと探してきますみたいな。でしょ。とりあえずデモや。いやそのデモで一旦考えてんのは、あなたが口が立ちすぎてて完全に言いまかされるって分かるから、じゃあどうやったら言いまかされないんだろうって考えすぎてるから、次のデモの次が出せない。あ、これ言ったらあれ言われるかな、あ、これ言ったらあれも言われんなみたいな、絶対負けない気持ちで来るじゃん。自分が正しいと思ってる時ほらね、絶対に折れない。だからさ、いつもさ、たまに私がさ怒られて、私がそれを上回って逆ギレする時あるじゃん。もう爆発してる時は、あなたがいつも正しいって思うなよみたいな、最終だからその根拠を示してくれよって思う。そのね、もうね、根拠じゃないのよ。そのなんていうの、ほら心の部分を分かってくださいって、そう魂の相撲を取りたいやろ、そっちは。そうあなたは理性の相撲を取ろうとするから、客観的に見たらそりゃそうだよ。でもほら感情のところ置いてかれてるじゃんみたいな。じゃあ俺はどうしたらいいんだ。感情に相撲だからちょっと声を大きくしてる。それはパフォーマンスであって感情ではないよね。そうなんです。なんだろうね。やっぱでもこれはなんか男女のね、その性質っていうのも若干あるので。まあでも私もね、よく悪いところある。結構なんだろう、自分のペースで仕事しちゃう時あるからね。特になんか動画編集とかみたいな、クリエイティブみたいなやつって、気分が上がんないと全然ブーストかかんなくて、何時までに終わるねって言ってんだけど、その終わるねの1時間前ぐらいから急にブーストかかっちゃって、プラス2時間かかりますみたいな。終わってないよブーストかかってそれでさ、時間をさ奪われたっつって怒られるんだけど、それは本当に申し訳ないと思って、それに関してはデモは言ってない。でもね、マジ最近全然してないと思うよ。拠点が2つになってからは。まあ確かに最近喧嘩はあんまりしてないかもしれないんだけど、たとえ大きな喧嘩をしたとしても、何かの仕事の締め切りみたいな時の前にはどうにか歩み寄って終わらせるよね。そうね。でもうちはさ、期限があったりするけどさ、この人たちは多分毎日さこなしていかないかんからさ、この文面から分かんないけど、その旦那さんと奥さんの方で、その役割が被ってるってことなのかな。そうかもね。俺なんかいろんなさ喧嘩とかさ、なんか日々のミスみたいなやつってさ、結局原因があるわけ、それを潰そうっていう努力をしだした。職場を分けるとか、あとは家事とかでトラブりたくないからって言って、例えば全自動洗濯機を導入するとか、なんかそういうそもそもトラブルが起きづらい環境をちょっとずつ作っていくといいんじゃないかなとは思うけど、だからこの人ももう分かんないけど、旦那さんがじゃあバリスタやってて、奥さんがじゃあケーキとか作ってるみたいな仮定すると、なんかある種ここだけは口出さないでみたいなことをお互い決めて、そこは相手を尊重しようみたいな、どうしてもさ一緒にやらないかんことも多いだろうから、全部とはいかないけど、ここだけはもう私の好きにやらしてっていうところを決めるとか。そうだね。あとはお家の中でさ、ちっちゃくてもいいからミニ自分のスペース作るとかね。自分のスペースとか自分だけの時間よね。そう、自分がリラックスできるアイテムを買うとか、
例えば私たちで言ったら、アトリエと家で仕事とさプライベートを分けるっていうのプラス、もしそれがなかったら多分あなたは自転車にはまってるから一人でサイクリング何時間するとかさ、それ私は誘わないでさ一人で行くみたいな、そういう時間だよね。でも何が一番大切っていうのはやっぱそのやってることをより良くしていくために本当に小さいとこから配慮し合っていくしかもう方法はないよね。でもそれで小さな喧嘩しながら物理的にも精神的にも変えていくしかない。でもその家族で仕事をするって危険な面もあるけど、それ以上にすごいいいこと多いんじゃないかなとは思う。例えばお互い別々の職場とか別のことやってたら、例えばいいことがあった時とかちゃんと理解をできないと思うよ、けど一緒にやって何かを達成するって、別に仕事じゃなくてもいいんだけどね、けどやっぱ仕事ってなるとお互いの人生かかってるから、やっぱその喜びとかを共有できるっていうのは一緒にやってないと味わえない感覚とかはあると思う。その分衝突も多いけど、やっぱ家族で何かをできるって結構貴重というか、すごいことをできてるっていう感覚はありますよ。そうだね、頑張ってくださいこのカフェ経営ね。いやめっちゃ素敵なことやと思うんでね。そうだね、多分素敵なカフェなんだと思うよ、こんだけ熱い思いでやってるって、ね。もうちょっとね喧嘩が減るといいですね。喧嘩しない家族とか夫婦なんてないですから、喧嘩が悪いことではないとは思います。大事な一つのコミュニケーションだと思いますね。じゃあもう一個話しましょう。この方のね質問が結構長めなので簡略化させて読みますね。私は10年以上パニック障害と付き合っています。子供ができてから少し意識が違う方向に向いているため今は少しだけ落ち着いていますが、若い頃は病気のおかげでやりたいことは他の方と比べてみるとほとんどできてこれませんでした。私は孤独が嫌いです。怖いです。周りから頼れるものがなくなると思うと恐怖と不安で心臓が張り裂きそうになります。そんな時にミクさんが孤独を感じにフィンランドへ行くとおっしゃった時、私はとても驚きました。もちろんミクさんも YouTube 以外ではいろんな葛藤と戦いながら生きてこられたと思います。でも孤独を感じに行くという言葉は私にとってはかなり勇気のいる言葉でとても口には出せません。どうしたらミクさんのように前向きに行動しながら生きていけるのでしょうか。ミクさんにとっての孤独って生きるってどういうことだと思いますか。きっとこの答えが出ればたとえ子供がいてもいなくてもどんな人生でもみんな人生を全うしたと言い切れるのでしょうが、それがわからないからこそ難しいのだと思いますとのことです。孤独が怖いですっていうことで孤独とどう向き合うか。確かに、あなたの先週のあの発言は、聞く人が聞いたら何言ってんだっていうことはあるし、ある種ちょっと贅沢な発言ではあったかなと思うね、今思うと。何が大事なんですか、孤独の。なんだろう、私は結構今まで30代は違かったけど20年間20代まではずっとそういう孤独とか、うつうつとした気持ちの中で生きてきたんだよね、割と。もしかしたら周りから見たらもう恵まれてる人生じゃんみたいなさ、もう楽しそうだよって思われたりもしたかもしれないけど、自分の根の部分みたいなのはなんて言ったらいいか分かんないんだけど、自分って何者なんだろうとか、いてもいなくてもいいのかなとか、そういう気持ちの中に浮かんで生きてきた部分があったの。それをバネにさここまで来たんだけど、でもその感覚20年間すごく嫌な人生かと言われればそんなわけではなくて、むしろ心地よかったのね。そういう一般的には負と言われる感情の中の方が私は生きやすかった、すごく。だから今すごく満たされすぎてて怖いの、逆にね。そう、すごく怖い。なんか足すくわれて落ちるんじゃないかみたいな気持ちになるの。私は本当はもうちょっと暗いところにいて浸ってた人間なんだけどなって思うのね。でその時の方がなんか例えば日記書いてる時とかに、それを読み返した時にすごくなんかいろいろ考えて思い巡らせてて、なんかその感じが私らしいなみたいな、って思ったのよ。なんか昔の日記見た時に、だから世の中にとっては知らないけど私の人生にとって孤独みたいな感情はすごく大事なの。
だから今自ら一滴の孤独を求めてるっていうのでこの前の発言になったんだけど、だから私あんまり孤独とかそれが悪いことだと思ってないんだよね。だからそういう風に軽い感じに聞こえちゃったのかもしれないんだけど、私はむしろそういう負の感情を持ってる時はすごくいい時間だなって思うの。うまく説明できてるかな。うつうつとしてたりとか孤独ってさ、世間一般ではすごく悪いイメージ、それって変えて乗り越えなきゃとか、もっと光のある方へ行かなきゃっていうのがデフォだから焦っちゃう人の方が多いと思うんだよね。でも私はなんか昔ねスヌーピーの名言集を読んでた時に幸せは8秒あとはずっと人生は辛いよみたいな言葉を読んだ時にすごく救われたの。ほとんどが辛いんだ人生って、じゃあその8秒間だけ幸せかみしめれれば、自分の人生って上がりなんだなって思ってすごく楽になれたの。そうだから私はそういうマイナスの方に重きを置いて割と生きてる人間なんですよ実は。伝わる？どう思った？いやだからちょっと穴蔵に帰りたいぐらいな感じでしょ。ちょっと一旦そうとか原点を思い出すじゃないけど、でもなんか創作活動してる人はね、なんかそういう幸せ以外の感情から生み出されるものってあると思うから、そういう気持ちをもう一回思い出したいっていうか、取り込みたいみたいな感じなのね。孤独に関してどう思ってる？なんか孤独であるべきだと自分に言い聞かせて生きてる。これがいいことなのか悪いことなのかは分かんないけど、せっかく東京っていうねいろんな人がいるところにいるから、多分いろんな人と関わって自分の知見を広めるみたいなことも必要だなと思うし、その一方で自分だけがぐーっとなんか何やってんだろうみたいなことも含めて思い悩むわけじゃないんだけど、それ思い悩んでないんだよね、なんか浮かんでるに近い、なんか完全脱力したりとか逆にめっちゃ力グーって入れたりとか、そういうのって一人じゃないとできないなと思うし、結構いろいろ考えますよ。本当ですか？いやどうしたらミクさんのように前向きに行動しながら生きていけるんでしょうか。前もなんかで言ったと思うんですけど、私別にあんまり前向きに行動はしてないというかどちらかというと淡々と行動しているんですよね。難しいね。でもねなんかこれねこの前ね岡田敏夫さんの YouTube 見てる時に岡田敏夫さん言ってたんだけど、こういう前向きとか、ネガティブとかっていうのは個性なんだって、特性だからどうにか頑張ってネガティブな人が前向きになれるわけないんだって、そうもうある意味の個性なんだって、だからもし私が前向きだと思ってたとして、このね質問者の方がどうにか頑張って前向きになろうとしても、やっぱりその方の個性はそうやって頼られないと、心臓が張り裂けそうになるっていう、そういう気持ちが個性だから、そこをね変える必要がないんだって、そもそも。そう、もうそれはそうよ。そう頼られないと心臓が張り裂けるんだったら、頼られるような行動をするだけだよね。そうそれでいいんだって、で頼られるような行動をするのがダメなわけじゃなくて、その方にとってはそれが一番快適に生きれる道だから、だから私が一滴の孤独を欲しがってるっていうのも信じられないと思う人いるじゃん、その人は別に私みたいに孤独を欲しがらなくていいのよ。変わった人だなって思うぐらいでいいんだよね。そう変わってんなって思うぐらいでいいって、そういうことらしい。なんかでも言ったけどさ、グラデーションなわけですよ。なんかで言ってたね、人間関係かな。なんかね、その周りの状況がはっきり見えないと進めないっていうのは、そんなこと書いてあった？いやっていうことだったと思うよ。だってこの人もあなたが孤独を手にしたいっていうことが信じられない、それはどういうことって突き詰めようとしてるわけじゃん、けどへえぐらいで、自分に関係ないや、じゃあ関係あるのどこだろうとでいいと思うよ。確かに。そうなんか自分が歩いてる道で知らないものを見つけたら、いちいち立ち止まんないじゃん。その雑草にも名前はあるけど、いちいち辞書調べないじゃん。確かに通り過ぎるよね。そうっていうことなんですよ。確かに。でも本当にそうだと思う。これはなんかちょっと冷たく聞こえちゃうのかもしれないんだけど、でもやっぱりそうなんだよね。その他人の思考みたいなとか他人の性格みたいなのに突き詰めなくていいんだよね。慣れないから、結局。で私が孤独を感じたいっていうのは、私はそういう孤独に浮いてる方が心地よかったりする人間なので、こういう贅沢な環境から自分で掴みたいっていうぐらいの、そういう感じなんですよ。そうね。
まあみんな違ってみんないいということでそうですよいいんじゃないですか。まあ楽しく生きていきたいですね。そうね、できることならね、そうあんまりネガティブなことよりも、ハッピーな。私も孤独は欲してますけどハッピーに孤独を求めてますから病みたいわけではないから普通に、そうそう、自分の活動にプラスになる孤独を見つけたいだけですね、はい、そういう感じで今週もねラジオこの辺りで終了したいと思います。はい。じゃあ来週のトークテーマ決めましょう。はい。あ、俺一個ね聞きたいことあった。皆さんに、最近した親孝行おお、してもらった親孝行。いいね。これ結構さ、その同世代だったら何かしてあげたいなっていう気持ちもあるけど、でも実際さ、そのなんか親のさ好きなものとかさ、親が何してほしいのか分かんない、ね、そう分かんないんだよね、でそういうのを、これやったら喜んでくれましたっていう確かに息子娘がこれやってくれましたとかね、そうやってくれた方もそうだし、これやったらすごい喜んでくれました、っていうのはいいんじゃないですか。それいいじゃん。ちょっと待って、一個だけ答え潰しといていい？子供が幸せそうならそれでいいはちょっと除外でいやこれはなんで除外するかって、多分それを言われたらこっちもグーの音も出ないし結局これをやったらすごい喜んでくれましたとか、これをやってくれてすごい嬉しかったですっていう意見を多分来週吸い上げてここで話した後に俺が言いそうやから。でもさ、結局子供が元気そうなら多分それが一番だよねっていう自分たちが結論付けてしまいそうやから確かにっていうことを自分のハードルを設定するためにだからちゃんと物とか例えば経験いやとかね、何でもいいんだけど、その子供が元気そうならそれが何よりですはちょっと一旦置いといて考えてみましょう。そうですね、っていうことで、はい、どうでしょう。わかりました。じゃあそうしましょう。来週のトークテーマは親孝行についてです。皆さんコメントでどしどし親孝行されましたっていうエピソードを書いてください。では最近同様ラジオ13回終了です。この動画が面白いなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。なんだろう自分がやったやつ。考えついてる？俺はもうネタはずるい。